私、ゲーム好きアラサー女子の所持ゲーム全紹介動画というのをやっていきたいと思います。私が本格的にゲームをやるようになったのっていうのは実は小学校高学年ぐらいからなんですね。これは人生の中で一番やり込んだゲームと言っても過言ではないかもしれない。はい。でですね、まだまだ私のゲーム没頭期は続きます。で、ここでついに私はまた新しいハードを購入します。それがこちら。じゃーん！任天堂 3DS になります。これめちゃめちゃ画期的ですよね。私も例によらず、やっぱり気になって飛びついてしまって、DS ライトを持っていたものの 3DS も買ってしまいました。ちなみに 3DS のケースはこんな感じのものを使ってます。確か純正ではないんだけど、すごく見た目シンプルで可愛らしいですよね。で、これ私高校大学の時だったかな。めっちゃ悪い生徒だったんですよ。この時もう没頭期なので、もうゲームのことしか頭にないんですよ、常に。だから学校にも電車の通学の時にね、これに入れて 3DS を持って行って、で、これをね、こういう風にケースに入れてたんですけど、これ反対側から見ると、こういう感じにね、立てかけると見えて、もう電子辞書にしか見えないわけですよ。だからもう私はこう立てかけて、何かこうね、タッチペンとか使って単語とか電子辞書を使って調べている手を装って実はゲームしてるみたいな、もう最悪の最悪の学生ですよね。もう良い子は真似しないでねなんだけど、そんな学生生活をね、高校大学と送っておりました。なんで 3DS も特に私の青春時代の思い出というか、学生時代の記憶がたくさん詰まってるゲームになりますね。で、その 3DS を使って私がどんなゲームをしていたかというと、それがこちら。じゃーんということで、3DS はちょっとハードのタイプのケースは全部実家に置いてきてしまっているので、中身だけのご紹介になります。まず最初がこちら。じゃん！ニュースーパーマリオブラザーズ2でございます。で、さっきお見せした私が最初にね、ゲーム没頭のきっかけになったのが、ニュースーパーマリオブラザーズ DS 版だったと思うんですけど、それの単純な 3DS 版ですね。これも結構授業中やってましたね。そう、めちゃめちゃ楽しかった。はい、続いてはこちら、マリオカート7でございます。で、これまでは主にね、Wii でやってたっていうところなんだけど、改めてマリオカートの面白さに気づいてしまったので、一回携帯端末でもマリオカートやってみようじゃないかということで 3DS 版のマリオカート7は買ってます。で、これもね、マジで授業中よくやってた。本当によくやってた。なんなら授業中通信プレイしました、友達と。はい、そして続いてがこちら。スーパーマリオ 3D ランドでございます。ランドだよね。合ってる。そう、ランド。で、これがまさに今私が実況を進めているスーパーマリオ 3D ワールドの一つ前のバージョンっていうのかな。これも本当に同じような縦横箱庭型のステージをいろいろ自由に動けるみたいな感じで、最終的にゴールポールに捕まるのが目的。で、この時は確かマリオとルイージの2キャラしか選べなくて、目的は多分ピーチ姫救出だったかな。ちょっとあんまりストーリーはっきり覚えてないが、確かそうだったと思います。はい、続いてまたこちらレイトンシリーズですね。さっき、最初の1作目から4作目までは、DS のソフトだったんだけど、この5作目と6作目に関しては、3DS でしか出てない、3DS でしかプレイできないっていうものになるんですよね。はい、で5作目がここに書いてある奇跡の仮面で、6作目が長文名 A の遺産ですね。で、正直ね、まだ時間がなくて、多分奇跡の仮面も全部ストーリーは終わらせたんだけど、全部の謎をクリアできてないんですよ、私。で、これを完クリさせてからじゃないと、こっちの長文名 A の遺産にいけないと思って、こっちはまだね、全然できてないんですよ。だからこれも、ちゃんと時間がある時に一回ストーリーはやり込みたいっていうふうに思ってます。でも持ってるだけなの。やろうと思ってまだやれてないっていう一番残念な状態ですね。で、ちょうどこの 3DS の
レイトンが出始めてからなんか謎解きも結構 3D を使った新しい仕様になっていて、面白いなって、うまく 3D の機能を使ってきてるなって思った記憶があります。はい、で最後はこちらピクミンになります。でこれに関してはそんなに古くないので、最終的に買ったのが社会人になってからだったかな。社会人になってからか成り立ての頃かなんかそのぐらいの時に自分で稼いだお金を使って買いに行ったっていう記憶がありますね。でこの後お話しするんですけど、すでに Wii U でピクミンが触れていたものの、DS で新しいやつ出るんだっていうので、横スクロールで動くタイプのピクミンですねをちょっとどんなもんか気になって買ってみたっていうところです。でこれ全クリしたっけ？もしかしたらまだできてないかもしれない。後でセーブデータ見てみようかなと思います。はい、ではね、ここでちょっと画面を切り替えて、今 Wii U の画面をお届けしています。めちゃめちゃ久しぶりに電源を入れましたで、今入ってるソフト見ていただくと分かると思うんですが、マリオカート8ですね。今スイッチでやってるマリオカート8デラックスのもうそのまま Wii U 版っていうところで、もうこれを私はめちゃめちゃ後半はやってました。で、他に私が Wii U で持ってるソフトはというと、そんなたくさん持ってなかったんですけどね。まずはこれですね。ニュースーパーマリオブラザーズ U。で、これに関しては正直ね、さっきの Wii のところでもお話ししたと思うんですけど、Wii のマリオブラザーズ Wii がまだできてない、完全クリアしきってないので、これもね、まだ全然やってないんですよ。もう宝の持ち腐れ。もったいないですよね。もうだからこれもそのうちやりたいなっていうふうには思ってます。で、確か私が買ったこの Wii U が、このマリオブラザーズ U とあともう一つのこれ Wii パーティー U、 これが確かもともとダウンロードソフトというか、もう本体にインストールされた状態で売ってるパックだったと思うんですよね、確か。なのでこの2つが初期から入ってるソフトって感じですね。で、この Wii パーティー U っていうのは、マリオパーティーの特に特別なキャラクターとかの使わないそのままの任天堂バージョンっていうのかなみたいな感じで、みんなで楽しめるパーティーゲーム、ミニゲームみたいなものがいくつか収録されてるっていう感じですね。で、これも確か前とかは友達が来た時に一緒にやったりして、なんじゃこりゃみたいな結構ね、みたいなネタ系の面白いゲームとかミニゲームも入ってて面白かった記憶がありますね。はい。で、続いてですよ、これピクミン3。いやー、これはね、私がピクミンを大好きになったきっかけのゲームになりますね。これあって、いや、これより前のだから初期ピクミンとピクミン2は私やったことなかったんですよ。ただこれでなんか割引だったのかな、この e ショップからダウンロードできるソフトでちょっと割引で買えるみたいな打ち出しをやってる時に、せっかくならちょっと名前聞いたことあるし歌有名だしやってみようみたいな感じで、このピクミン3をやり始めたのがきっかけですね。こんなにピクミンにはまると思わなかったです、正直。ただね、いかにピクミンが素晴らしいかとか、どういうゲームなのかみたいなところはすでに私の実況動画でお伝え済みなので、まだの方はぜひそちらの動画も見ていただけると嬉しいです。で、最後これね、ゼルダの伝説風のタクト HD っていうのが一応入ってて、これもこのピクミンと同じタイミングで確かなんか割引で買えたソフトだったかなっていう気がするんですけど、これもね、私ゼルダシリーズ全然やったことなくて、せっかくなら割引だしやってみるかみたいな感じでインストールしたって感じかな。で、これもまだ全然最後まで行ってなくて、道半ばで終わってる感じなので、いつかちゃんとやりたいのと、もうゼルダシリーズね、あんまりやったことないんですよ、私。だからいつかきちんと腰を据えてね、ゲームをやれるような時間が生まれたらやってみたいななんて思ってます。なのでぜひゼルダ詳しい方たくさんいらっしゃると思うので、ゼルダ系のゲームの中で一体どれがおすすめなのかみたいなのは、もしあればぜひコメント欄で教えていただけると嬉しいです。はい。で、いよいよ私のゲーム没頭期のご紹介する最後のハードですね。まだあるんかいってところなんですけど、それがこちら。じゃーん。プレイステーションビータになります。でね、私は主に任天堂系のソフトをやっているっていうのはもうすでにお
気づきの方多いと思うんですけど、これは珍しくですね、プレイステーション系の中で新しく出た端末で唯一これだけ買ってますね。なぜこれを買ったのかというと、理由は一つ、それはこちら。はい、見えますかね。ちょっと反射しちゃって見づらいかもしれないんですけど、これもまた塊魂になります。で、タイトルは塊魂のビータっていうことで、まあこのね、本体がビータなののビータにもかけてるんですけど、これ塊が伸びるんですよね、この回。実はこのプレイステーションビータ背面パネルっていうのがあって、これ今後ろ側をお見せしてるんですけど、ここもタッチセンサーで反応するんですよね、ゲームプレイするときに。なんでこう塊を転がしながら指でこう横に引っ張ると平らに伸びて、逆にキュッと内側に向かってピンチするとこうシュッと縦長に塊が変わるから、細長いところも通れる。で、横長になるとより広い面積をいっぺんにこう転がしてくっつけられるみたいな、そういうちょっと画期的な機能があって、かつこのねスタイリッシュなハードっていうのもあって、これいいじゃん、一回買ってみようよっていうので買った形になりますね。あとちっちゃい画面で塊魂をやるとちょっと画面酔いするっていうのがあって、あんまり時間で言うとそんな長い時間はやってなかったかもしれないですね、最終的には。ちなみにね、ビータはこういう、これ純正だったかな、こういうケースに入れてよく持ち歩いてました。で、これ中にね、一応そのタッチスクリーンになってるので、こういう今のスマホにも使えそうなタイプのこう先っぽがふわふわしたタイプのタッチペンみたいなのもなんか軽くこれで操作ができるように入れたりしてます。で、あともう一つ、これも割と最近になってかな、社会人になってからだったと思うんですけど、ビータで買ったソフトがこちら。じゃーん、マインクラフトになります。そう、私これまでマイクラやったことがなくて、存在自体はずっとしてたんですけど、いつかやってみたいなと思って、ただそこまでよくね YouTube の実況で上げてる方みたいに深くまでやり込める自信は正直なかったんですね。だからそんなにこれ高くなくて、せっかくだからやってみるかと思って、ちょっと安くなってたので確か買ったんですよね。ただこれも結局ちっちゃい画面でマイクラってなんか私的には結構無理があって、なんか画面用意しちゃったんですよ。で、自分がどこにいるのか分かんないし、何を作ってるのかももはや分かんないみたいな感じで、結局全然ねやり込むことはできずに今放置になってる状態です。なんかうまいやり方あるよって方がいたらぜひ教えてください。いつかちゃんと時間取ってこれはやってみたいと思ってるんです。はい、ではいよいよ最後のフェスですね。ゲーム程よく楽しむ気のご紹介にしていきたいと思います。まさに今ですね、今は私も社会人になって仕事もあるので、前みたいにね、中学高校の頃みたいにずっとテレビの画面にしがみつくってことができないわけですよ。なので、自分がゲームに費やせる時間に合わせて、やりたいものを程よくプレイできればいいかなっていう風な認識に今はなってます。で、その主なリソースになってるハードといえば、皆さんおなじみこちらですね。じゃーん、Nintendo Switch でございます。でね、このジョイコンの色、これにもちょっとこだわりがありまして、これは Nintendo 公式のストアで自分でカスタマイズして選んだ色になります。で、私基本的に持ってるハードは全部オール白でこれまで統一してきたんですね。なんかハードは白ベースで統一したいなっていうのがあったんですけど、スイッチって多分ご存知の通り真っ白ってないじゃないですか。だったら一層逆にもう自分だけの好みのというかビビッドな色合いにしてあげた方が意外と可愛いんじゃないかなっていうふうに思って、こういう色合いにしてます。で、ここからが結構大事なところで、私が今スイッチで持っているソフトのご紹介ですね。じゃーん、こちらになります。ダウンロード版以外で持っているのは今のところ1、2、3、4、5、あとは後ほどスイッチのね画面つないでお見せしようと思うんですが、マリオカートと、オデッセイ、マリオオデッセイについてはダウンロード版じゃない
形のソフトを購入しています。はい、まずはこちらですね。私のチャンネルでもすでに、ストーリー部分実況させていただきましたピクミン3デラックスになります。これはね、詳細についてはもうぜひ私の実況動画を見ていただければと思います。もうめちゃめちゃ大好きなソフトですね。で、さっきご紹介した Wii U と、中身自体は同じだけど一部アップデートがかかってるものですね。はい、お次がこちら。もう大定番、スマブラ大先生でございます。で、これまで多分私の紹介した中にスマブラって入ってなかったと思うんですよね。そう、これまでやってきてなかったものの、私本当に上手くないし、なんかみんながやるストーリーみたいなところあるじゃないですか。なんだっけ、命の灯火みたいな、なんかそういうストーリーあったと思うんだけど、あれを道半ばで今頓挫してる状況ですね。なんでもうスマブラ上手い方いたらちょっといつかぜひ一緒にコラボとかしていろいろ教えてもらいながらやりたいななんていうのも漠然と思ってます。はい、お次がこちら、塊魂アンコールですね。これまで私の大好きだった塊魂、ずっとプレステ系のソニーの端末でしかなかったものがなんとスイッチでできるという、これは買うっきゃないと思って買ってますが、あれこれで結局クリアしたんだっけ、あんまり記憶にないってことは、これもちょっと画面酔いが原因で道半ばで頓挫してる可能性がありますね。ちょっとこれもいつかちゃんと開いてやり直してみたいなと思います。残りがこの2つですね。で、実は驚くべきことにこれどっちも上にビニールかかった状態で未開封なんですよ。そうなんですよ。これはやろうと思ってて全然まだ開封するまで時間を作れてないっていうね、ちょっと悲しい状態のゲームになってます。で、特にマリオメーカーについてはこれまで実況を始めようと思ったぐらいのタイミングかな。やっぱりマリオ好きのね、任天堂好きの実況者っていうのがいるのであれば、一回はちゃんと触れておかないといけないと思って買ったソフトになるんですけれども、今はね、ちょっとこっちに入るよりも 3D ワールドに手一杯というところなので、 3D ワールドやり終わったら次はまずこれを開封して一からコース作ったりとかっていうところもやっていきたいなっていうふうに思ってます。多分一番優先順位が高いかな。で、こちらですね、これがレイトンズ・ミステリー・ジャーニーというふうに書いてあるんですけど、英語でこれよく下の方を見てみるとね、カトリーエールと大富豪の陰謀って書いてあるんですよ。で、レイトンズ・ジャーニーとか書いてある割に、このね、画面にレイトンはどこにもいらっしゃらないんですよ、レイトン教授は。で、どうやらね、ここにいる女の子がね、どうやらレイトンの娘らしいんですよ。本当かと思って、レイトンの続編かと思って、確か 3DS でも出てたのかな。ただこのデラックスって書いてあるんで、またスイッチ版でバージョンアップして販売みたいな感じで出てきてるものなんですけど、結局 DS の方できてないからこっちにも手がつけられないということで、ちょっと一旦保留になってるやつですね。これももうなるべく早急にちゃんとプレイしたい、もうめちゃめちゃプレイしたいとは思ってるものの、まだできてないっていうソフトですね。はい、あとその他ですね、ダウンロードコンテンツとして買ったアプリでいうと、こちらズンバで脂肪燃焼。皆さんズンバって知ってますか？これはなんかインストラクターの人が踊って動いてるのを真似て、自分も一緒に踊ってというか動いて、その動きが結構ハードなんですよ。だからそれでカロリー消費につなげるみたいなものなんですけど、それ用のソフトがですね、セガさんから出てるものがあって、これは、ダウンロードで私は購入してます。で、あとは軽くね、ダウンロードできる系のやつをちょこちょこインストールしたりして、あとこれだね、桃太郎電鉄大先生ですね。これも去年の年末あたりかな。ちょっと年末は実家に戻って、年末年始過ごしたんですけど、ちょっと家族で遊ぼうかっていう話になり、桃鉄を、急遽ダウンロード版で買ったっていう感じですね。これもいつかね、他の実況者さんと一緒にコラボで遊べたりしたらすごい楽しいのかなと思いますね。で、あとはもうおなじみの今実況真っ最中の 3D ワールド&フューリーワールドですね。こちらはまだ今後も準備してある動画がありますので、ぜひお楽しみに見ていただけると嬉しいです。はい、ということで私のゲーム誌と一緒に持っているゲーム全紹介やっていきましたが、いかがだったでしょうか。ちょっとね、初の実写動画で緊張する部分もあったんですけど、ぜひぜひ懐かしいなぁなんて思いながら楽しんでいた
ていただけていたら嬉しいと思います。はい、でこれからもねいろんなゲームの実況をやっていこうと思うし、新しいゲームもどんどんゲットしていきたいなっていうふうに思うので、ぜひねおすすめのソフトとかこういうものの実況やってほしいみたいなのがあれば積極的にコメント等で教えていただけると嬉しいです。はい、では今日の動画はこちらで終了にしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。これからの動画も楽しみにしてるよと思ってくださった方、ぜひぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。